いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回お届けするのはちょっと変わった視点から見るアジングのお話です。釣り人の皆さんが悩むルアーの色選び。今日は赤かな、クリアかな、グローがいいのかなと釣り場で頭を悩ませることも多いと思います。でもそんな時、もしアジの気持ちを聞くことができたら、アジから見えてる色の世界は人間とはちょっと違うようなんです。今回は優しくてちょっと臆病なアジくんが海の中から色選びについて語ってくれます。どうぞ最後までお楽しみください。本日の結論です。アジの気持ちを想像することが色選びの一番の近道。本日の目次です。アジの目にはどんな色が見えているの？明るさで変わる見え方と気分。地味な色にちょっと安心する理由。夜に光るルアーってちょっとドキッとする。それでは順に見ていきましょう。アジの目にはどんな色が見えているの？こんにちは。僕、アジです。小さな体だけど、いろんなことに気を配って生きてるんです。海の中には見えるものと見えにくいものがいっぱいあります。敵もいれば餌もいて、全部見て判断するしかないんです。だから僕たちは目をすごく大事にしてます。でもね、人間の目とはちょっと違うんですよ。僕たちは青や緑の色はよく見えるけど、赤とかオレンジはあまり得意じゃないんです。特に日が沈む頃や曇っている時、赤っぽい色はほとんどくすんだ灰色みたいに見えます。それでも釣り人さんは赤いワームをよく使いますよね。多分人間には綺麗に見えるんでしょうね。でも僕からすると、あれ、なんか見慣れないなってちょっと身構えちゃうんです。明るさで変わる見え方と気分。海の中の明るさって天気や時間帯でガラッと変わるんです。朝は静かで柔らかい光。昼は明るくてはっきり見える。でも夕方になると水の中はどんどん暗くなってまるで別世界です。明るい時にはピカッと光るジグがよく見えます。あれって小魚かな？流されてるのかな？そんな風に自然な感じがすると近づきたくなります。でもギラギラしすぎたり動きが変だったりすると、何あれ怖いってすぐ逃げちゃいます。逆に夕間詰めや曇りの日には影の形とかふわふわした動きが気になります。目に入る情報が少ない分、ちょっとの違和感でも危ないって思っちゃうんです。だから釣り人さんがその日の明るさを気にすると、僕たちは少し安心してしまうんですよ。地味な色にちょっと安心する理由。派手な色って確かに目立ちます。でも僕たちにとって目立つは安心ではないんです。むしろなんでこんなに目立ってるのって疑っちゃうんです。例えばクリアカラーやスモーク、ベイトフィッシュっぽい銀色や茶色。こういう色は僕の周りにいる小魚たちとよく似ていて見慣れています。だから、いつものやつだなって思えてちょっと安心するんです。でもピンクや金、派手なホログラムカラーはたまにびっくりするくらい光ります。特に水が澄んでいる日にはどこからでも見えてしまって、これは明らかに変だぞって感じます。釣り人さんが今日は地味な色で攻めてみようかなって思ってくれると、僕たちもなんだか安心するなってゆっくり近づいてみたくなるんです。夜に光るルアーってちょっとドキッとする。夜の海って本当に静かです。波の音も小さくて辺りは真っ暗。そんな中で泳いでいると自分の影さえ見えなくなることがあります。でもそんな時にグローっていう光るワームやジグがふわっと現れると、あれは何かのベイトかなってすごく気になるんです。最初はちょっと怖いけど、ゆっくり漂っているともしかして食べられるかもって思っちゃう。でも動きが急だったりピカピカしすぎてたら、違う、これは自然じゃないって気づいて逃げちゃいます。夜の僕らは視覚よりも水の中の空気感とか微妙な動きに
頼ってるんです。だから光らせすぎず、ちょっとだけぼんやり光るくらいがちょうどいいと思います。それに夜は周りが暗いから動きすぎるとすぐバレちゃう。そっと優しく水に溶け込むように動くルアーが一番気になるんです。最後に伝えたいこと。僕らアジは日々生きることに精一杯です。敵に食べられないように、でもお腹も減るから餌も探して、そんな中で見えるもの、動くものをよく見て判断してるんです。釣り人さんがいろんな色のルアーを使ってくるのは知ってます。その度に今日はちょっと安心できるなと思う日もあれば、うわ、今日のは無理かもと感じる日もあります。でもだからこそ色選びって大切なんだなって思うんです。釣れない日があっても気にしないでください。それは僕らがまだ信じきれてないだけ。もしかすると明日その色が最高に見える日が来るかもしれません。僕たちの気持ちをちょっとだけ想像してもらえたら、きっと釣りがもっと楽しくなるはずです。最後まで見てくれたお礼として、僕たちアジが本当に好きな色についてお話しします。朝、昼、夜、それぞれの時間帯でこの色ならつい食べちゃうかもというアジ目線のお気に入りカラーをご紹介します。朝、朝まずめの海から。あ、日が昇ってきた。海の中はまだ少し薄暗くて静か。仲間たちと並んで朝ごはんを探して泳いでいるんだ。そんな時にふわっと目に入るのがキラッと光る、でも強すぎないシルバー。それによく見かけるスモークっぽい色。どこかで見たことがある感じがしてすごく安心するんだ。アジくんの好きな朝カラー。クリアラメ、スモークブラック、イワシカラー、ナチュラルな青銀。この動き自然だな。あの小魚に似てるかも。そんな風に思えたらつい口を使っちゃうんだよね。昼、日差しが強い日中の海。お昼の海はすごく明るくて見通しがいい。水も澄んでて何でもよく見える。でもそんな時は逆に派手すぎるものが目立ちすぎてちょっと怖い。ピンクやホログラムがギラッとすると、うわ、なんだこれって逃げちゃうこともあるよ。そんな時に落ち着くのがグリーン系やクリア系のナチュラルカラー。あれ？この色、よく見かけるやつだ。そんな見慣れた感じがあると不思議と安心できるんだ。アジくんの好きな昼カラー。クリアグリーン、網カラー、薄いピンク系、ソリッドグレー。なんだかいつもと変わらないなって思った瞬間、警戒心がスッとほどけて、ふらっと近づいてしまうんだよね。夜、静かな闇の中で。夜の海はとても静かで暗い。色なんてほとんど見えないよ。でも、そんな中でも光るグローは、ちゃんと目に入ってくる。ふわーっと光ってるあれ、もしかして弱ったベイトかな？僕たちの目にはそれがチャンスに見える時もあるんだ。でもね、ピカッと強すぎると、何？怖ってなっちゃう。優しく光ってそよそよ漂ってるくらいがちょうどいいんだよ。アジくんの好きな夜カラー。弱めのグロー、パールホワイト、UV クリア、優しい発光。おや？これは食べられるかもって思った時、気づけばもう口が動いていることもあるんだ。いかがだったでしょうか？今日はアジの優しい視点からルアーの色選びについて考えてみました。海の中の世界は人間とは違ってちょっと複雑でちょっと繊細。でもその中にある気持ちを想像できたとき、釣りはもっと深く、もっと楽しくなります。釣れた時の喜びだけじゃなく、釣れなかった時も今日はアジがちょっと警戒してたのかなって思えたら、それもまた素敵な釣りの思い出になると思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。